こんにちは、作曲家ギタリストの黒沢大輔です。今回の動画はプラグインブティックさんからご提供いただきましたブラックソルトオーディオというメーカーのドラムバスというプラグインをレビューしていきます。こちらのプラグインは文字通りバスにまとめたドラム全体にかけることが推奨されておりますプラグインですが、どんな機能があるのか細かく見ていきたいと思います。まずはドラム音源を立ち上げます。今回はスーペリアドラマー3ですが、中身の音源の方はイージードラマーを使っています。ブライトルームというキットの中から、クラシックロックというプリセットでバスドラだけちょっと変更したというキットを使っています。そしてこのドラム全体に、ブラックソルトオーディオのドラムバスというプラグインをかける。こういった使い方になります。で、今回はドラムは、2ミックスだけで出しているのでこのように直接挿していますが、例えばドラムがこのようにキックとかスネア、タムとか分かれている場合はそれらを全部まとめたバスにこのプラグインをインサートするという使い方になるかなと思います。ではまずは何もかけていない状態聞いてみましょう。はい、このようなサウンドになっております。では、まずはプリセットをちょっと聞いてみましょうか。プリセットはこのように、アーティストの名前が並んでおりまして、中にいくつかプリセットが入っているという状態になってます。まずはじゃあ一番上のこのプリセットを聞いてみましょう。再生しながらオンオフ切り替えてみます。はい、このような感じで、ざっくり言うとドラムの一体感を高めて、なおかつちょっと抜けてくるようなガッツを加えるというようなプラグインになっております。ですのでこれ一つで何か劇的に変わるという使い方よりかは、最後のスパイスを加えるというような使い方になるかなと思います。で、他の楽器が鳴ってる方が効果が実感できるかもしれないので OK ありで聞いてみましょう。まずはかけた状態からオンオフしてみます。はい、こういう感じで、このプリセットだと、多くのプリセットがそうだと思うんですが、音量自体も多少上がって聞こえているので、それは元気に聞こえるだろうっていうのはあるんですが、それ差し引いても、オケ中でちょっと一歩前へガッツ出してくれるようなサウンドが得られるかなと思います。で、あらかじめいろいろ自分なりに触ってみた感じですと、このプリセットもそうですが 100% でかけるというよりかは激しくコンプしたものを数%ずつ足していくというような使い方、パラレルコンプ的な使い方になるかなと思っています。もちろん必要であれば 100% かけてもいいとは思いますが、ではそれぞれのつまみがどういった機能をしているのか詳しく見ていきましょう。マニュアルを日本語翻訳したものが自分の手元にあるので、そのあたりを読みながら解説していきます。まずはこの2つのモードを切り替えるという感じですね。で、見た目通りスタンダードの方はナチュラルなかかり具合、スラムドの方は激しいかかり具合というような違いがあります。そしてこのつまみは文字通りコンプですね。これも聞いてみましょう。はい、こんな感じで、先ほどの2つのモードの違いも合わせて確認できたかなと思います。パラレルコンプ的にうっすらかけるのであれば、スラムドの方で激しくかけてもいいのかなと思いましたね。そして隣のノブがヒートというノブですが、サチュレーションを加えることで暖かさ、ふくよかさ、エネルギーが得られますとのことですので、これも聞いてみましょう。
これはサチュレーションということだったので、もっと歪みっぽくなるのかなと思ってたんですが、意外と歪み自体は柔らかいもので、なんかステレオ感が加わるような感じもしましたね。ちょっともう一回聞いてみましょう。はい、こんな感じで、もしかしたら上下の帯域で異なる値でサチュレーション加えていたりとかするのかもしれませんね。では、アタックというつまみを見ていきましょう。これも文字通りアタックを強調するわけですが、マニュアルですと内蔵トランジェントエンハンサーでドラムにアタックを加え、密度の高いミックスを切り裂く。では聞いてみましょう。はい、こんな感じで、アタックが強調されるつまみになってます。てっきりコンプに対してのアタックタイムみたいなことかと思いきや、コンプとは別みたいな感じですね。コンプ0にしててもこれは効くみたいです。またおそらく使い方としては、激しくコンプしたりとかするとどうしても引っ込んだ感じになってしまいがちなので、それをちょっと復活させるような使い方になるかなと思いました。ではトーン見ていきましょう。これも文字通りですが、左に回すとスムースでウォームなサウンド、右に回すとブライトで存在感のあるサウンドになりますということです。では聞いてみましょう。はい、こんな感じで結構かかり具合が浅い感じなので微調整に使うイメージですね。それでは隣のソルトというつまみを見ていきますが、ローエンドのパンチ、ミッドレンジのアタック、ハイエンドのプレゼンスなど主要な周波数を強化することでドラムにユニークなフレーバーを与えますとのことです。ではこれも聞いてみましょう。はい、こちらもトーン同様、かかり方は浅いので微調整の範囲ですね。その分思い切ってグイって上げたりとかしても元の音が壊れにくいのかなと思いました。さて下の段はこれはハイパスフィルターですね。サイドチェーンハイパスフィルターにより検出回路内の低域をフィルタリングし、コンプレッションとポンピングをより正確にコントロールできます。おそらくつまりはコンプに入る音に対しての、ハイパスフィルターですので、コンプというのは通常低い方の帯域に反応しやすいので、特にドラムのバスとかあとキックに多く反応しちゃって、本当はスネアとかを中心にコンプしてあげたいのにキックにばっかり反応しちゃってるよっていう時にこれを上げるといいかなと思います。ではこれもある程度コンプ上げた状態で聞いてみましょう。はい、こんな感じで、特にこういうキック連打する場所だったりとか、割と速い曲だとキックでふがふがさっきみたいにしちゃうんですが、これを上げていくと、キックの方はなるべくスルーして、スネアとか上物とかメインにコンプをかけてくれることができます。そしてアウトプットは全体の音量そのまんまですね。で、ミックスは原音との混ぜる割合ですね。では激しくコンプしたものを 100% から変えて聞いてみましょう。
はい、こんな感じで自分の使い方としては最初にミックス 100% にして割と激しめにコンプをかけてちょっとハイパスを入れてあげると。そしてその状態からまたゼロに戻してちょっとずつ増やして不自然にならないくらいの割合に上げてみるという使い方がやりやすいかなと思いました。という感じで割と分かりやすいインターフェースとつまみの種類数だと思うのでプリセットでガンガン使うっていう感じでもないかもしれませんが一応プリセットを何個か切り替えて聞いてみましょう。まずはオフの状態を聞きます。はい、こんな感じで、プラグインの特性上微々たる変化ではあるのですがこのようにプリセットをザーッと聞いてちょっと気になったものから微調整するというのでも全然いいかなと思います。はい、それでは最後にオケと合わせた状態でパラメータを変化させて聞いてみたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じで何か劇的に変化させる魔法のようなものというわけではないのですが、オンオフして比べてみるとかける前はちょっと空中分解しそうな浮いてた音がギュッと固まるような、そしてなおかつちょっとガッツを加えてくれるような効果が得られたんじゃないかなと思います。通常のコンプや EQ を組み合わせてもできる作業ではありますが、これを一つのプラグインで完結できてしまうというのは非常に便利だなと思いました。という感じでこちらのチャンネルでは機材のレビューや音楽の作り方などを紹介しておりますので、もしよければ高評価やチャンネル登録などをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。